婚姻費用分担請求の申し立てになる相手方私、接近禁止保護命令にて合意書を作成したことに対し、相手方に対する暴力や脅迫を認めたわけではない。結婚は破綻に至っていない。相手方は事前に申し立て人に知らせることなく、自宅から相手方の荷物をすべて持ち出し、相手方は自宅から退去した。以上、なるの主張です。今日は婚姻費用分担請求調停がスタートし、2回までの出来事についてお話しします。1回目の調停からだいぶ2ヶ月以上の時間が経ってからの2回目の調停、6月13日の間、いくつかの出来事がありました。1、調停の合体。婚姻費用分担請求の調停と離婚調停を合体して話し合うことに。2、私から認否確認を要求。認否確認とは、認める認めないを細かく確認することですが、2回目の調停直前、申し立てになるから、俺は旗に何の影響も与えてない。相手方が勝手に家を出た。俺はそのようなことはしていない。などしか記載されていなかったため、細かく各段落ごとに認める、認めないをつけることを私から要求しました。私からは写真動画などの証拠をもとに、ナルの悪行を告発していたのに対し、ナルはデタラメに全部否認してきて、逆に認めない根拠がなかったからです。2回目の調停で私が当日提出した参考資料、裁判官へ申し立て人の主張書面に対して、申し立て人の YouTube 映像に対してを当日の調停で参考資料として提出しました。このような内容を述べていました。申し立て人の主張書面に対して、なると私の提出した証拠の差が大きい。私が非難したという証拠は明白。令和2年9月25日、キャンプ場。私は下半身下着で逃げていた。ナルが提出した証拠の信憑性が薄い。申し立て人はカメラを自らオンにする途端、態度が表変する。2022年1月起きた一連のことに対し、申し立て人はすべて偽りを陳述。私が申し立て人の親を代行して建て替えた学費を生活費として貢献したかのように語っている。申し立て人が家で芸術活動をしたは5年間の間半年のみ。お酒に溺れた毎日。私は PMS ではない。主張の因果関係が正常でない。私が5年間家計面で全て背負い、ナルの身体的、精神的な暴力に逃げてきて、子供のような犬2匹まで飼育している状況。この資料とともに、申し立て人の YouTube 映像に対して、ナルは十分日本語が話せている。ナルはのんきに自分の居場所がわかるような動画を YouTube にアップしている。ナルは一人の生活をのらりくらり楽しんでいる。ナルのお金目当ての結婚。今もお金目当て。それでは全文を読み上げます。申し立て人ナルの主張書面に対して、彼と私の提出した証拠の差が大きい。相手方が申し立て人に対して身体的、精神的暴力を重ねてきたなどの暴力が私であると主張しているが、別居の原因が私にあるとしたら、また彼が被害者であるのであれば、彼の被害証拠は私の証拠に比べ微々たるもの。しかも年月がだいぶ経っているもののみ提出している。彼は事実を偽造して膨らませているにもかかわらず、私が提出した頻度と証拠の上記前後が含まれる閉じ、被害証拠との差が大きすぎ。私が非難したという証拠は明白。彼による DV 精神的な暴力を受け、非難したという証拠は警察にある。八王子同警察官、生活安全課
が私の安全のため一緒に住まないことを勧め、私の引っ越しの際に立ち会ってくれていた、などサポートし続けてくれた事実もある。その後、警察署の管轄が変わり、高尾警察署になったため、今私は高尾警察署からサポートを受け続けている状況。令和2年9月25キャンプ場。私は下半身下着で逃げていた。2年前キャンプ場で私が警察に身体的暴力はなかったと述べた理由は、一緒に暮らしていくことへの責任感と、また彼に責められることへの恐怖心で嘘をついたに過ぎない。私が相手からパンツを脱がされ、下半身下着姿で逃げた事実が存在する。ここから見える状況を申し立てには全く述べていない。証拠の信憑性が薄い。申し立てにはカメラを自らオンにする途端、態度が表変する。カメラの前で態度を変えるのが彼の得意技であり、キャンプ場で彼が録画した動画には状況が含まれておらず、録画し始めていたのは彼であるため、ひねくれている口調で嘘を述べていることが取れていただけ。2022年1月起きた一連のことに対し、申し立てにはすべて偽りを陳述。最近私が非難に至ったいくつかの件に関しても同様なことが言える。2022年1月、携帯過失の件は、ナルが弁護士を雇用してからエスカレートした嫌がらせの中、作為的な証拠集めの一環。私のいない隙を見てノーパソのデータを取得したことがある。私のプライベートへの侵害行為を彼は常に行ってきたため、私の携帯を手に持っただけで私が激怒したとは到底言えない。そして私にできたあざは自然にはできない。揉め合いとも言っていないことから、ナルは事実を完全に隠蔽している。ナルが私の方を叩いたこと、1階にいた私が投げるはずもないのに、私が扇風機を投げていたと主張することに対する反論。ナルがラックを壊した状況、全部明白に申し立てになるによるものなのに、彼の主張には証拠もなく、私がやったことだと主張ばっかりしている。私が提出した結婚破綻に至った経緯に提出した証拠に到底及ばない。特に異物を入れた件に関して、ナルは味見などしていない。味を薄めようとしていたと言っているのは、私が提出した動画の彼の発言、何も入れていないと言っていることに矛盾がある。当時私にとっては恐怖に等しい行動だった。私が交番まで相談しに行ったという事実から状況は十分読み取れる。私が申し立て人の親を代行して立て替えた学費を生活費として貢献したかのように語っている。私の口座への振り込みは日本語学校の学費であり、私が申し立て人の親を代行して立て替えた学費。ウォンでナルの親がくれることとなっていたため、ナルの親がナルに振り込んだものを私に流していただけ。私は日本の円に両替して彼の学費にしていた。あくまでも立て替え。学費総額、2年半の学費は2万円ぐらい。共同生活費として私に振り込んだわけではない。彼の経済的な面でのサポートは私が支払った結婚当時の初期費用を上回らない。家事の面でもナルはほぼ手伝っていなかったため、常にトラブルの元となった。ナルは経済家事の両面で共同扶養の義務を全く行っていない。申し立て人が家で芸術活動をしたのは5年間の間、半年のみ、お酒に溺れた毎日。家で芸術活動をしたということは、初期2017年の半年に過ぎない。以降、絵を真面目に描いていたなら問題ない。しかし、彼は絵を一切描かず、YouTube を見ながらお酒ばっかり飲んでいた。飲酒問題や家事面での共同扶養義務をしていない問題に関しても、結婚破綻に至った経緯に証拠として貼り付けている。日本で参加していた東京都美術館での展示は、
全点というもので、お金さえ支払えば誰でもできる展示に過ぎない。そのお金も私が支払った。誰でもできる展示だったため、それに対するコンプレックスも私への苦情や暴言につながった。私は彼のコンプレックスのゴミ箱になっていた。私は PMS ではない。私は PMS と診断されていない。一度こんなにコミュニケーションができず、怒られるのは私のせいかしらと思い、韓国の婦人科に行ったところ、PMS ではないと診断された。別居してから PMS のような症状は一切ない。よって PMS ではなかったということとなる。主張の因果関係が正常ではない。相手方の過激な性格や行動に大変憂鬱で苦しんだものの、申し立て人は韓国でのすべての経歴を捨てて日本に来ており、今後も日本での幸せな夫婦生活を望んでいることに対し、ナルは日本に来たことを自分が犠牲したかのように言っているが、逆に私を説得して完全に私に依存しようという企みであった。私がほぼ 100% 経済家事面でのサポートをしてあげたのに、芸術活動もほとんどせず、また依存型人間になろうとしていることにしか見えない。そもそもナルが主張している私の過激な行動に関し、ナルが被害者であれば、なんで加害者である私と一緒に暮らし続けようとするのか、目的は普通に読み取れる。上記の文章自体が矛盾だらけ。一方、私が5年間、家計家事面で全て背負い、ナルの身体的、精神的な暴力に逃げてきて、子供のような犬2匹まで飼育している状況。共同扶養の義務は家計を守るために私のみ必死に果たしてきた。にもかかわらず、婚姻費用分担という義務も果たせというのは残酷すぎる話。子供のように育ててきた2匹の犬たちもすべて私が扶養している。人間に例えると育児をしていることに値する。離婚に関して、調停で不成立になる前、もう一度代理人を通し話してほしい。もし申立人が調停の段階で離婚への意思を示してくれていたら、彼の創作した絵は資産分与を求めず彼に全部預けようとしていたが、何の反省もしていないまま嘘をつき、すべてを私のせいにしつつも、夫婦円満を望んでいるずうずうしい態度から、私は調停不成立及び離婚裁判に進むことで、慰謝料として彼の絵を請求するつもりでいる。最後に、婚姻費用分担制度は経歴が途絶えて、家事や育児を背負っている主に女性のための法律である。それを悪用する今回のようなケースに関しては除外すべきだと思う。理不尽すぎる。